皆さんこんにちは、まなみです。今回はティーツリーが含まれたスキンケアをレビューしていこうと思います。ティーツリーはオーストラリアの先住民のアボリジニが薬としても使っていたもので、抗炎症や抗菌、殺菌などの作用があります。私のニキビができやすい肌に合うことが多くて大好きな成分なんですけど、今回はそのティーツリーが含まれているスキンケアをいただいたり、あとは自分で購入したものがあるのでレビューをしていこうと思います。私の一押しアイテムというか、今まで使ってきた中で一番いいなって思った商品があったり、逆にこれはちょっとなっていうのもあったんですけど、それは正直にお話ししていこうと思います。正直レビューをしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。今回は JDTC さんからプレゼントでいただいたものが多いんですけど、 JDTC さんは正規品を扱っていて、他のサイトより安い商品があったり、イベントも多く開催しているので、ぜひ気になる方は概要欄の方からチェックしてみてください。ちなみにいただいた商品は分かりやすいように概要欄の方にプレゼントの絵文字をつけておきます。あともう一点お伝えしないといけないことがあるんですが、今回ニキビに良かったっていう話もしていくんですけど、今現在ニキビに悩んでいる方がいらっしゃいましたら、ぜひ美容皮膚科ではなく普通の皮膚科で診察を受けてみてください。あくまでもスキンケアはその補助という形で考えていただければと思います。ということで早速レビューをしていきます。まずは洗顔からいきますね。メリー&メイドクダミティーツリー毛穴クレンジングフォームなんですが、韓国のコスメって大体未開封のものだとシールがついているじゃないですか。なのに私それを忘れていて、全然出ないなと思って思い切り握ったら、この上が開いてしまったんですよ。ちょっと水が入ってしまったので、衛生面を考えるともう使えないかなっていう感じなんですが、とりあえずレビューしていきます。この商品はここに書いてある通り、ティーツリーというよりはドクダミの成分の方が多くて、この上に書いてあるのがドクダミなんですけど、ドクダミエキスが 40.7%、ティーツリーエキスが 6.8% を配合されている洗顔料です。ティーツリーは配合しすぎると刺激になってしまうこともあるそうなので、そういう処方配合量になっているのかなと思います。で、こちらは皮膚刺激テスト済みの商品です。匂いはですね、正確にはわからないんですけど、おそらくフローラルです。で、これは泡立てるとモコモコの泡ができて、かなり洗浄力の高い洗顔料です。で、水で流した後は肌がツルツルになります。クレンジングがしっかりできているなっていう感じです。汗をかいた時とかに使うとスッキリして良かったんですけど、毎日使うには少し洗浄力が高すぎるなと思いました。かなりの姿勢肌の方であれば、使った時にしっかりクレンジングができていいって思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、それ以外の肌タイプの方が使うとちょっと皮脂を落としすぎるかなっていう気がします。ただ週1とかで使うのであればいいんじゃないかなと思うんですけど、毎日使うクレンザーとしては洗浄力が高すぎると感じました。これはそこまでおすすめではないかなっていう感じです。次はこちらのメディヒールのティーツリーバイオームブレミッシュ歯科クレンザーです。ポンプタイプなんですが、こういうキャップまでついてきました。こちらは弱酸性のジェル洗顔フォームで、成分を見ると上の方にグリセリンとか BG っていう保湿剤が書かれていて、肌の潤いを守ったまま使うことができる洗顔料です。その代わり泡立ちはまあまあいい方っていう感じで、もちもちの泡っていうよりは空気が少し入っているような泡ができます。洗浄力が低めで、どれくらい低いかっていうと、洗顔が終わった後に肌を触ると鼻のあたりの皮脂が若干残っているかなっていう感じで、肌の皮脂を取りすぎないような洗浄力です。すごく優しく洗えるので、敏感肌の方とか乾燥肌の方もお使いいただけると思います。で、洗顔って難しくて、これを使ったからニキビがなくなるとかってあんまりないじゃないですか。なのでレビューをするのが難しいんですけど、でもこれはデイリークレンザーとして使いやすいなと思いました。私は朝使おうと思います。香料は入っていないので原料の匂いがするんですが、土みたいな匂いがします。私はちょっと苦手な匂いなんですが、香料で肌が荒れてしまうっていう方には使いやすいと思いました。なのでこれは使いやすいのでおすすめです。で、次にレビューする商品なんですが、本当に気に入っていて、ストックを何本しようかなって考えているレベルの商品なんですけど、早速ご紹介したいと思います。それがこちらのドクタージャルとコントロール A ティーツリーメントトナーです。で、ドクタージャルとは歯科ペアを試したことがあるんですけど、もう 4,5 年前ぐらいになると思うんですが、その
時、試した時はあまり肌に合わなくて痒くなってしまったんですよ。なのでドクタージャルトの商品合わないのかなって思っていたんですけど、今回これを使ってそんなことなかったなって思いました。これはぜひニキビ肌の方に使っていただきたい化粧水で、私は顎のニキビがあまり気にならなくなりましたし、マスクをした状態でかなり汗をかいて肌が荒れてしまった時もこれを1週間ぐらい使ったら収まったので、本当にすごいなと思った商品です。いつもメディヒールのティーツリーケアソリューションエッセンシャルマスク EX をおすすめしていたんですが、それが肌に合う方はおそらくこれも肌に合いやすいんじゃないかなと思います。でこちらの化粧水の匂いなんですが、かなりティーツリーの匂いが強いです。匂いで好みが分かれてしまいそうだなと思ったんですけど、私はそこまで気にならない匂いなんですが、ティーツリーの匂いが嫌いな方は使うのをためらっちゃいそうだなと思います。こちらは透明の化粧水でリノール酸というセラミドを構成している成分が入っているので、肌のバリア機能を守ってくれるのと、シリカ成分が皮脂分泌量をケアして緑茶エキスやアロエベラ葉エキスなどのグリーンカーミングコンプレックスが刺激を受けた肌を鎮静してくれます。肌の調子が悪い時に使うとちょっとヒリヒリする感覚はあったので、肌がかなり弱い方だと刺激を感じる方もいらっしゃるかもしれないです。でも私の場合は刺激を感じてもそんなに長引くわけではないので、全然問題なく使えています。これ本当におすすめなので、ティーツリーの成分が肌に合う方はもちろん、使ったことがない方も、こちら容量が 120ml で1500円ほどなので、ちょっと少ないんですけど値段も安いので、ぜひお試しください。今回の動画の一押しです。ほとんどないので早くストックを買いたいと思います。でこちらのドクタージャルトのティーツリーメントのラインでクレンザーとかボディミストも発売されているようなので、探して購入してみたいなと思っています。購入できたらまたレビューします。次はこちらのメディヒールのティーツリーバイオームブレミッシュシカトナーです。先ほどご紹介したこのクレンザーと同じラインの商品なんですが、結構大きいですよね。320ml 入っています。こちらもティーツリーとシカが入っているので、炎症を起こした肌荒れを落ち着かせてくれます。弱酸性処方で敏感肌の方でもお使いいただける化粧水です。皮脂バランスを整えることで毛穴の気にならない滑らかな肌にしてくれるそうです。先ほどご紹介したドクタージャルトの化粧水もさっぱりめではあるんですが、それよりもこちらの方がさっぱりしています。なので私はこちらの化粧水を使うときはセラムなどを上から重ねて少し保湿をするようにしていました。匂いは鹿の香りがして、ティーツリーの独特な香りっていうのはしないので、一般的に使いやすい匂いです。まだ1週間ほどしか使えていないんですけど、まあいいかなっていう化粧水で、これを使ったから肌荒れがすごく良くなるとかっていうのはなかったので、肌に特に問題がない時に使うのにちょうどいい化粧水だなっていう感想です。特に肌荒れとかに悩んでいない方で、抗炎症作用とか肌荒れを落ち着かせてくれる成分が入っているものが好きっていう方はこちらがおすすめです。次にご紹介する化粧水はブリンググリーンティーツリーシカスージングトナー大容量です。こちらはここに書いてある通り、30ティーツリーコンプレックスが 50%、ツボ臭いキスが 3% 配合されています。あと AHA 成分が配合されているのと、マデカソサイドとツボ臭いキスも入っているので、ニキビのケアもできる化粧水です。こちら無色透明の化粧水で、匂いはティーツリーの匂いがします。ただドクタージャルトよりは控えめなので、個人的にはすごく使いやすかったです。これもメディヒールの化粧水と同じような感想で、これを使ったからといってすごく肌の調子が良くなるっていうことは私はなかったんですが、でも普通に使えたので無難な化粧水だなっていう印象です。次はメディヒールのティーツリーカーミングウォーターミストです。ティーツリーハウォーターエキスオイルももちろん配合されていますし、8種のヒアルロン酸やパンテノールも入っているので、しっかりと保湿をしてくれます。なので肌荒れを防ぎながら肌を潤わせてくれるようなミストです。私はリフレッシュしたい時とか、あとエアコンにずっと当たっていて乾燥してきたなっていう時に振りかけているんですけど、その他にもマスクの不快感が気になる時とか、あとメイクの乾燥崩れが気になる時などにも使えます。あと6つのフリー設計になっていて、人工香料、人工色素、アルコール、パラベン、紫外線吸収剤、シリコンが無添加になっています。あと霧も細かいのでちょっと見えないと思うんですけど、使いやすいミストです。今かけようと思います。
匂いはこれもティーツリーですね。でもティーツリーのいい匂いっていう感じです。そこまで強すぎないので使いやすいです。霧が細かくてべちょべちょになる感じもないので使いやすいミストだなと思います。これから秋冬になるにつれて空気も乾燥しますし、あと暖房で室内も乾燥すると思うので、そういう時に一つあると便利だと思います。これもおすすめです。で、次にご紹介するのがメディヒールのティーツリーバイオムブレミッシュシカアンプルです。先ほどシリーズをお見せした時に入れ忘れてしまったんですが、この3つが私が持っているティーツリーバイオムのシリーズですね。これもほとんど同じような説明になってしまうんですけど、ティーツリーハイキスやシカなどが配合されているので、肌荒れを落ち着かせてくれる美容液で、脂性肌の方や敏感肌の方でもお使いいただけます。お肌の水分と油分のバランスを整えてくれるようなアンプルです。こういうスポイト式になっています。色は緑色で、匂いは少し鹿のような香りがします。そこまでベタつかないので使いやすいですし、どの化粧水とも合わせやすかったので、使う頻度はかなり高かったです。なのであんまりもう残っていないです。これも肌に優しいなっていう印象で、この化粧水と同じように肌が劇的に改善するっていうわけではないんですが、でもこの美容液を使うことによって肌がよりいい状態になってるなっていうのは思ったので、これも良かったです。どちらかというとこの化粧水よりはこちらの方が良かったかなと思います。次にレビューするのは保湿剤で、ドクタージャルトコントロール A ティーツリーメントモイスチャライザーです。こちらはティーツリーハイキスが 81.5% 配合されているって書いてあるんですけど、ここまでティーツリーが配合されていると刺激が出ちゃうんじゃないかなと思ったんですが、おそらくティーツリーと他の成分を合わせたものが 81.5% 入っているのかなって思います。この化粧水でティーツリーハイキスが 0.1% 入っているっていうことなので、どうなんだろうなって不思議なんですけど、とりあえずこのパッケージにはティーツリーハイキスが 81.5% 入っているっていう風に書いてあります。これもすごく良かったんですけど、ニキビとかのトラブルが出やすい肌にぴったりの軽めのテクスチャーのクリームです。ニキビ肌と敏感肌対象のテスト済みの商品です。で、匂いはティーツリーの香りです。これ本当にいいんですけど、白色のクリームで肌の上でスーッと伸びるんですよ。で、保湿も一応してくれるんですけど、時間が経つとベタつきが全然気にならなくなるので、私のように混合肌の方だったり、ニキビができやすい肌でも乾燥するっていう方はぜひお試しください。このラインは本当にニキビができやすい私の肌にぴったりだったんですけど、そこまで人気が高いわけではないのかなっていう気がしていて、すごく不思議なんですけど、ぜひニキビに悩んでいる方とか、多分ニキビ予防としても使えるので、ぜひこちらお試しください。で、最後はまたこのティーツリーメントのラインなんですけど、ドクタージャルトのコントロール A ティーツリーメントスーディングスポットです。こちらはティーツリーハエキスが 16.2% 配合されているので、ニキビの鎮静効果をサポートしてくれて、ちょっと今見づらいと思うんですけど、ピンクのカラミンという酸化塩と酸化鉄が配合された成分のパウダーが入っているので、皮脂を吸着してくれてニキビケアができる商品です。これは振らずに使う商品で、今ちょっと混ざって濁ってしまっているんですけど、本当はこんな感じで上は透明で下にパウダーがある状態になっています。で、振らずに綿棒をゆっくり入れて下に沈んでいるピンクのパウダーにつけて引き上げます。そうすると綿棒の先にパウダーが適量取れるので、それを炎症しているニキビがある部分に塗ると翌日少し良くなっている感じがして、これも気に入りました。産んでいるニキビとかには全然効かないんですけど、炎症しているニキビには多少効果があったかなって感じています。で、匂いはティーツリーと硫黄の香りがします。でもニキビがある部分だけに使うものなので、私はそんなに気にならないです。ただ一つ難点があってですね、夜につけて寝るんですけど、翌朝洗顔をしても落ちにくいんですよ。なのでティッシュでこすって落とすっていうニキビにいいことをしているのか、逆に無駄な刺激を与えてしまっているのかっていう、どっちなんだろうってなりながら使っていました。なので最近はあまり使っていないんですけど、でも商品自体は良かったです。あとこれを使い始めてから気づ
づいたんですけど、私ってかなり夜中に顔を描いているみたいで、パウダーをつけていた部分がこう引っかいたみたいに落ちていて、なんでだろうって思っていたんですけど、この爪の間に入っていたんですよ。結構しっかり入っていたので、私って夜寝ている間にかなり顔を引っかいているんだなっていうことが判明して、これは衝撃的でした。夜顔を見た時にニキビがあるなと思っても、翌日血が出たりしていることもあったので、こう破裂したんだろうなと思っていたんですが、自分で引っかいているみたいです。なので寝る時用の手袋を買ったんですけど、どうしても取っちゃうみたいで、朝起きた時に綺麗に手袋をこう2つを合わせた状態で枕の横に置いてあったんですよ。なのでもうちょっとしっかり外れないものを買った方がいいのかなって思っています。はい、ということで最後の方はレビューとは違う話をしてしまったんですが、9つのティーツリーを含んでいるスキンケアをレビューしていきました。最後にまとめますと、ぜひお試しいただきたい商品がこちらのドクタージャルトのコントロール A ティーツリーメントトナーと、あと同じラインのモイスチャライザー、あとこのメディヒールのティーツリーカーミングウォーターミストはリフレッシュするのにいいですし、これからの乾燥してくる季節におすすめです。こんな感じで一押しの商品を最後にご紹介しました。はい、ということで気になる商品がございましたらぜひチェックしてみてください。それではここまでご覧くださりありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。